アクセルを踏み込んで、そして離した時、その時にマシンガンのようなアフターファイヤーが起きる。点火時期もいろいろちょっと変えてみたりとかしたんですけども、なんとなくだましだましっていう感じにはなってきました。ただアフターファイヤーが起きるほどの伸びではないです。急遽ちょっとサンパーさん用意しました。そしてサンパーさんで、トルクフルなエンジンを作りまして、次にですね、オーナーさんからの追加の作業でパワーステアリングで、このインパラはオリジナルでいきますとシリンダー式のパワーステアリングだと思うんですね。これをギアボックス式に交換をしたいと。でオーナーさん自分で個人で輸入されてパーツ一通り持ってます。じゃあそれをつけましょうっていうことで、結構インパラってステアリングフラフラするんですね。それをギアボックス化にしますとビタッとマッスルカーみたいな感じのステアリングになってピシッと決まるんですね。そういうところではやっぱり走りたいっていう人はそっちの方がいいのかなと思うんですけど、楽な作業ではないと思いますね。そしてこのお預かりしているギアボックスを取り付けて、あとステアリングのシャフト、これステアリングコラムからギアボックスまでの連結、一応このパーツを使えばボルトオンですよって思ってもボルトオンではないです。ちょっといろいろと考えて加工して取り付けました。そして、ラジエーターですね。ラジエーターがこのギアボックスをつけることによって角が少し当たっちゃうみたいなんですね。実際アルミラジエーターなんで加工してどうにかクリアするっていうことはできるんですけども、こういうのやっぱりインパラってすごいですね。売ってるんですね。ちゃんとそこのところがえぐれてる、すごい形してるラジエーター、それもオーナーさんお持ちで、それをつけて、僕らはだいぶ作業的には楽をさせていただきました。だいぶコストはかかるとは思います。これパーツ代だけでも結構いっちゃうのかななんて思いますけど、そして足回りのパーツ、これもですね、やはりオーナーさんクローム大好きなんですね。フルクロームのパーツのこっちに交換しましょうっていう感じでパーツをお持ちいただいたんですけども、そのクロームパーツがですね、なんだか知らないですけどフレームに当たっちゃうんですね。タイロットとか。それでこれギアボックスにしてタイロット、あとセンターリンク、こういったものを一通り変えるとフレームに当たっちゃうもんなんですかって言って、ものすごくもうインパラに精通している昔からのお付き合いのあるちょっと業者さんに聞いてみましたところ、ものによっては当たる、ものによっては避ける、かするっていうこともあると。でそこはもうちょっと当たると思って考えた方がいいよっていうことで言われました。それでどうするか、エンジンは積んでしまいましたし、当たる部分だけ、削ぎ取るしかないかなと。もともとのフレームの上に5ミリの鉄板が貼り付けてあります。でそこの当たる部分だけまずはカットします。そしてカットした部分でそこの周りはもともとのフレームの方にフル溶接してまた元に戻します。そしてどうにかこうにかクリアしましたけど、あとはブレーキラインとかそういったものもちょっと一部作り変えたりとか、そういう細かな作業が地味にやりました。こっから入るんだけど、こっちの方に回ってきてからこう来るっていう。でもこれ縦フィンなんで、横フィンなら分かるんですよ。ダイレクトに行きそうですよね。ダイレクトにここだけそこだけ見える。絶対無理ですよ。初めて見た。そう一色単で撮っちゃってますけど俺いや別にそれでも構わないですよ。繋がったままで撮っちゃってるけど
大丈夫よ、ごっそりとそのままでも構わない。でもね、飛び散るほど出てきちゃったら嫌だ。そしてですね、エアコンの方ですね、エアコンはこうエンジンが降りていた時にエアコンのブラケットを仮付けしました。でやはり普通にポンとはつかないので、ブラケットと同じ厚さの鉄板を用意しまして、現物合わせで加工してヘダースをクリアしたりとか、プラグワイヤーのセパレーターもクリアさせなきゃいけなかったので、そういったところもちょっとクリアさせて、これはピシッとかっこよく収まったんですけど、そして車内側ですね、車内側ちょっとこれ二手に分かれました。車内側はエアコンのエバポレーターユニット、これの吹き出し口の取り付け、いろいろとちょっとこう回線が多かった車なので、それを避けながらまとめながらっていう作業で、結構こんな大きいんですね、エバポレーターってこんなあるので、それをちょっと入れていくのがどうだこうだって、ちょっとここネジ出てくるからナット止めてとか、いろいろああだこうだって気を使いながら取り付けていきました。そしてですね、どうにかまとまってかなり美しくなりました。もうクロームでビカビカです。これは全部新品パーツを使ってるってわけじゃないですね。もともとついていたパーツをそのまま再利用していることが多いです。ですから見た目よりはコストはかからなかったかなと思うんですね。というのはちょっとオーナーさんが頑張っていただいて、外した部品は持ち帰ってきれいに磨いて持ってきていただいたりとか、そういったちょっとご協力があってでの作業になりましたんで、オーナーさんのほとんどそのお力じゃないかなとは思いますね。僕らはもうただ部品をつけてただけっていうような雰囲気になってます。一通り出来上がりましてセッティングに入ります。セッティングに関しましてはある程度安全マージンを取りながら、若干ちょっと攻めというかレスポンス重視でいきたいなと思いまして、どんどん進めていきます。ここでアクシデントが起きました。列尾がガタ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 って動いてしまいまして、まず油圧がゼロになって列尾がガタガタしました。これは列尾のギア部分が破損したのか、または過去にもあったんですけども、列尾とオイルポンプをつなげているオイルポンプドライブシャフト、これが破損したか、どちらにしろちょっと大問題です。
デスビはとりあえず早急に外してみて、このギアとこのオイルポンプドライブシャフトに刺さる部分っていうのを確認したんですけども、これは特にこう大丈夫なんですね。そしてこっちを覗いてみますと、特にこうちゃんとデスビに刺さる部分はあるんですけども、デスビがどこでも刺さっちゃう、結局頭の方が吹っ飛んでるってことですね。これでエンジンオフ決定です。突然デスビから異音が出ましたので、エンジンストップです。カタ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 って言いました。なんでこうカタカタ音が出たんだろうっていうところなんですけど、デスビを押さえてるデスビのホールドクランプっていうものがありまして、それを緩めて、手で微妙に動く程度ですね、デスビが手で動く程度の硬さにしておきまして、こう動かしながらセッティングしてたんです。そうしましたらデスビがこう浮き上がっちゃったんですね。それでちょっと問題が起きまして、ちょっとがっかりなことにはなりまして、ということでエンジン下ろしでございます。非常にがっかりなんですけど、まず確認しながらオイルポンプドライブシャフトを外して、エンジンは当然下ろしてます。新品と長さを比べてみました。やはり短くなっており、これが原因です。なぜ短くなってしまったのか。これはデスビ押さえがスプリング式のものだったんですね。それでテンションが弱くて浮き上がってしまいました。だから今度はちょっとモロソの鉄板で返しがついているヘビーデューティーに変えます。もうこれだったらもう絶対にこんなことはありません。そしてセッティングを始めます。今アイドリングで7度。はい。遅いです。遅いんですか。これではい。走るじゃないですか。はいはいはい。それでアクセル緩めると、はマフラーからバンバンバンっていう。なるほど。一応ちょっとこれで、はいまだ中途半端ですけど、はい水をつかせたいんですね。はいはちょっとこれ気にしながらやるのすごい嫌なんで、いはい。キャブセッティングいろいろあります。キャブセッティングというよりも、全体的に正しくまとめるっていうやり方なんですけども、まずはとりあえずアイドリングができるであろうっていうところで合わせます。ラジエーターのクーラントのエア抜きをしたいんですね。水温とかに気を取られてやってますと集中できないので、まずはクーラントのエア抜きをやっていきます。これでかかりはだいぶうまいはずなんですよね。そしてそれが終わりまして、タイミングライトで点火時期を見ていきます。アイドリングで何度っていう考えよりも、点火時期ってトータルアドバンスっていう見方があるんですね。トータルアドバンスっていうのは回転を少し上げてきます。で回転はだいたい2500から3000回転
まあ3000まで上げなくても大体2500回転トータルアドバンスっていう見方があるんですけど、そこで2500回転回した時に点火時期が何度になるかじゃなくて何度にするかなんですね。で僕はとりあえずそこのところは34度、1回この車は34度に合わせます。それでまあノッキングが出るかどうか、または点火時期を2500回転で34度にしてパッとスロットルを落としてアイドリングになった時に、実はじゃあその時に何度ですかっていう感じなんです。でそこの調整幅をうまく合わせていくんですね。で次にその年長ですね、それに合わせて年長を合わせています。多分パーキング入るところで、いっぱいのところで合わせちゃったんで。なるほど。よし、じゃあ次はちょっとエアコンディショニングをいきます。はい。あとはまあこれだんだんこうやっていくとエンジンの音変わってくるんですね。ただじゃあドーンと踏んでみようではなく、じわーっと踏んだ時にノッキングをするかどうか、そういったところからもうとにかくノッキングは注意ですね。そうやって注意をしながら合わせていきます。あとは、今回メインだったのがもともとこの修理もそうなんですけど、エアコンの取り付けです。でアイドルアップソレノイド、これエーデルブロックから出てるんですけど、エアコンをかけた時にアイドリングを上げてくれる装置、これを合わせたいと。で例えばパーキングで700回転でドライブに入れた時にじゃあ580回転ぐらいになりました。でエアコンをつけますと今度それが400回転ぐらいになって止まっちゃう車とかあります。その400回転になってしまうものをエアコンをつけても580回転、エアコンを切っても580回転で、こういうふうに合わせていく装置なんですね。これあると非常に楽で、調整も楽なんですけども、快適なエアコンライフが楽しめると思います。
たいですね。いいっすよ。リング刺されて。低音あ低音がね、どん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 って言って。あ。いや、圧がすごいですもんね。はい。ここでいても圧感じます。そしてざっくりまとめていきますと、今回はまずこのエアコン、そしてアフターファイヤー、アクセルを離した時にマシンガンのようにババーンとマフラーからアフターファイヤーをしてしまう。でそれの原因と、あとはパワーステアリングをシリンダー式からギアボックス式に変えてみて、で遊びがどうか、だいぶかなり乗りやすいっていうか、もうアクセルを踏み込みたいっていうような感じには仕上がりました。でもまだちょっと課題は残ってます。エンジンが3%になったことによりまして、排気量が上がって排気もたくさん出ると思うんですね。で吸気もあります。まずキャブがこれ500なんですね。で500じゃちょっとなっていうんで、オーナーさん AVS2 の、650持ってます。ただそれをいきなりつけるんではなく、ちょっとこの500でどっちにしろ鳴らしもありますから、これでちょっと遊んでみますっていうことで500のまんまやってます。入ってるから、ちょっとこの辺でじわーっと組んでみる。大丈夫ですかね。はい。しないですね。それと、どんな感触を好きなように乗っていただければ。はい。やっぱりね。いや、ハンドルの遊びもなくなりましたね。なくなりました。そういえば安定してますね。これ左。ハンドルもフラフラしてないですもんね。フラフラしてないです。マッスルカーじゃないですか。これで。本当ですね。いや、音が全然違いますね。ホイールスピンさせちゃいけないですけど、ホイールスピンさせるような感じでちょっと踏んでみてもらって。大丈夫ですか。いや、全然違いますね。いや、これ踏みたくなっちゃいます。G を感じます。いや、変わりすぎちゃって何が変わったかわかんないですよね。ハンドリングも変わりましたし。そうですね。別の車買っちゃいましたみたいな。はい、本当ですよ。もたつきがないっすね。全然。あとはですね、どうしても踏んでいきますと排気がきれいに抜けてる感じしないです。それはやっぱりマフラーの中間パイプが全部50パイで引かれてるんですね。3%ありますと50パイデュアルでちょっと細いです。できれば、最低でも60パイは欲しい。欲を言えば、2.5 インチ63パイぐらいは欲しいかなっていうところなんですけど、それはおいおい考えていくと。でまだちょっとなんか症状が残ってるような残ってないような不整脈があるような、ちょっとこれ大体原因は分かってるんですけど、ちょっとねデスビの調子があんまり良くないです。これレディトゥランなんですけど、レディトゥランってちょっと長く使ってるとなんか不整脈があったりとか、なんかちょっと違うぞみたいな。普通じゃ分かんないです。調子はいいんですけど、なんだろうみたいなのがちょっと出てくることもあります。ですからその辺もおいおい変えていくと、そういうような感じでちょっと一通りまとめていきましたけど、のぶとい音はするわ、どこどこ言うわ、もうオーラは違いますし、踏んでガーッと加速していきますし、すごく面白くなったかな。オーナーさんも満足していただいてます。
すごくやりきったかなっていうようなやりきった感はあります。もしイベント会場等で見ることがありましたら、どんな風になってるのか、すごく気さくなかっこいいオーナーなんで、お声かけしてみてください。そんなことで、今回はだいぶ長くなりましたけど、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。